前編のあらすじ。昭和の北海道、土産物屋の店先ではヒグマの子が愛嬌を振りまき、観光客の注目を集めていた。しかし今はもう店先で会うことはできない。その経緯を知りたい。ヒグマは日本最大の陸生哺乳類で、北海道の豊かな自然を代表する象徴です。アイヌの人々は山の神としてイケ、子グマを生け捕りすることによって貴重な肉を得ていました。一方、和人は開拓以来害虫、また狩猟獣として積極的に捕獲してきました。昭和41年、駆除事業、春熊駆除を開始しました。早春の残雪の上では熊の足跡を簡単に見つけることができ、また穴狩りでは比較的容易に熊を狩ることができました。その際、熊の子供を生け捕りすることがままあったようです。昭和55年以前の北海道ではヒグマの飼育要領が示されていました。10歳の熊は鎖でつなぐ、2歳からは檻に入れ、4歳以上は飼育しない方が良いとされていました。しかし、昭和40年、登別熊牧場で脱走事件が起き、ハンターが怪我をしました。昭和46年には札幌で飼育ヒグマにより小さな子が腕を噛みちぎられる事故が起きています。実はこの2年前に、屈斜路湖畔で同様の事故があったのです。熊に噛まれた上、輸血ミスで死ぬ。北海道で坊や。読売新聞、昭和44年9月16日。9月15日午前10時40分頃、屈斜路湖に突き出た和琴半島の土産屋。お父さんの会社の慰安旅行に参加していた大森太平君5歳が一人でパンを買いに出かけた。その際、店先の柵の中で飼育されていた2頭のヒグマに近づき、3歳のオス、体長 1.2 メートル、体重100キロの脇腹を噛まれ振り回された。救助された太平君は国立手鹿病院に搬送されたが、なんと血液型を間違えて輸血され、午後1時半に死亡。土産物屋の店主と輸血した院長が業務上過失致死を問われた。この土産屋は柵の前面に金網を張るよう警察と役場から勧告されていたが放置していた。また輸血を間違えた院長は弁解のしようがないと語った。ところで昭和30年代洞爺湖昭和新山での写真の具体的な場所はどこか知りたくなって昭和新山へ向かいました。以前に比べるとお土産屋さんが随分減ったように思います。土産屋一番館さんに入って土産を物色、熊カレーを買ってみました。そして店の裏側地へこのアイヌ村の様子なんですけども、この木の感じとかを見るとですね、昭和30年代のお子さんたちの写真ですね、子グマの写真の撮影場所だったんじゃないかなって気がしますね。ヒグマのこの骸骨ですが、イオマンテ熊送りの儀式で解体され、お肉をいただいた後のヒグマの頭骨を稲うとともに次の儀式まで飾っておいたものだと思われます。かなり独特の雰囲気ですね。今やってないみたいですね。昭和レトロな雰囲気の土産屋だるま屋でソフトクリームをいただいた後、いざ昭和新山熊牧場へ。リンゴを買ってみました。いきなり声が。これは子グマだな。4月末で6キロとか3キロとかありますね。子グマでも立てるんだね。4頭仲良くね集まってお昼寝タイムですかね、ゴロッとします。邪魔だお前あっち行けよって感じで蹴り合ってますよ。かわいいな。笑える笑える。おお、キャッチキャッチ。これリンゴをね投げてみようと思う。あっち手開けたからあっちに開けてみようか。ほい。
おお、すごすぎる。すごい。わかるでしょうか、結構ね、高いですね。5メートルぐらいあるのかな。人がやっぱり誤って落っこちないようにですね。こうやって柵がこうあるんですね。おお、カラスだ。いいですよね。お上手にいったがナイスじゃが。これは熊野小学校って書いてあって、1歳とか2歳ですね。おお、大きい大きい。爪もすごいな。ここは餌あげるのは結構難しいんですけどね。結構落っこちゃってる。カンってやってよこせっつってるんだよね。檻の入り口ですね。人の檻の内部はポップな熊のイラストがいっぱい。安全のため目の細かい格子で覆われていますが、ヒグマを至近距離で眺めることができて、なかなか興奮ものです。ここでも牧場で購入した餌をあげることができます。後ろ足とすごい筋肉がしっかりしてるんですよね。バグ。しかし昭和40年代、この昭和新山熊牧場で最悪の事態が発生した。毎日新聞昭和48年3月11日、脱走ヒグマ観光客を襲う、救助で格闘即死。3月10日午後4時50分ごろ、昭和新山熊牧場。飼っていた8頭が積雪とお互いの体をはしごとして利用し、2頭がコンクリート壁を乗り越え逃亡。1頭が見学していた市川清さん23歳の右太ももを噛んだ。他の観客10人は悲鳴を上げて逃げた。火山博物館の毛利六蔵さん55歳が市川さんを助けようと熊と格闘も右前足の爪で顔、胸をえぐられて死亡。六蔵さんの息子友則さん26歳が包丁で熊の首を刺して追い払った。その際尻を噛まれた。ハンター25人が捜索。4歳のオスグマ1頭を射殺。もう1頭は騒ぎの中自ら牧場に戻った。この牧場は昭和45年10月にも生後6ヶ月のオスグマが逃げて翌日生け捕りした出来事があった。警察によると道内で子グマを含めて400頭が飼育されているが、ヒグマ飼育の規制はなく野放し状態が指摘された。これら飼育ヒグマによる死傷事故を受け、昭和55年北海道危険動物使用規制条例が制定された。危険動物の定義にはヒグマが筆頭に挙げられ、飼育する者の知識、能力、また施設、設備等が十分か事前の審査が必要になった。第10条でヒグマ等を飼育施設の外に出してはならないとされた。これにより子グマを鎖でつないで店先で見せることはできなくなった。ただし事前の許可を得て特別な展示のために子グマを見せることはあった。しかしながらこの条例ができた後も上川で飼育ヒグマによる事故が起きてしまった。朝日新聞昭和54年5月12日、ヒグマが腕がぶり、北海道観光用3歳児を襲う。国道39号沿いの民芸品店上川アイヌ公園。観光客の関心を引くため道の許可を得てヒグマを飼育していた。5月11日午後1時50分ごろ、お店の間宮房子さんが商品の手入れをしていた。目を離した隙に房子さんのお子さん秀和くん3歳がヒグマの檻に近づき、鉄格子の間に手を入れて噛まれてしまった。檻には8歳から10歳のオス1頭とメス2頭がいたが、噛んだクマは不明。秀和くんの腕は見つからず、クマが食べてしまったらしい。上川町には北の森ガーデンに熊牧場がありましたが、2021年10月末で閉鎖されています。熊は現在も飼育されているそうです。以上、前編と後編で昭和40年から50年にかけて北海道で発生した飼育ヒグマによる事件を振り返った。これら5件の事故の内訳は、宮城屋などで大人が見てない間、子供が障害を受けたのが3件、熊牧場の不適切管理による脱走によりハンター、観光客らの死傷が2件であった。判明している加害クマは3歳以上のオスばかりだった。なら1歳未満のメスのヒグマなら飼育施設で安全に飼うことはできるか。1歳未満はともかく2歳以上では体重が100キロ以上となり、全身筋肉もりもりで敏捷性、噛む力とも猛獣と言える体になる。畑正則さんの絵本を見てもわかる通り、たとえ設備があろうとも
個人がヒグマの子を飼うことはとんでもない苦労を背負うことになる。そしてさらに規制は強化され、令和2年、ヒグマ等を愛玩目的で飼育することは禁止になった。こうして宮城屋からヒグマの子は姿を消した。しかし、長年の飼育ノウハウを蓄えた熊牧場に行けば、安全に可愛らしい子熊に会うことができる。